はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。昨日ね、ご視聴者様からコメントありまして、別所哲也さんのね、ラジオ番組に、湯川さんがね、湯川ひ、なんだっけ、秀樹じゃなくて、湯川玲子さんが、お出になってね、風さんについて語るっていうことで、早速ね、聞かせていただいたんですよ。これなんですけど、それでね、そして湯川さんがね出てくる前にね、あれなんですよ、8項がかかったんですけれども、それでね、それがですよ、なんとラテン音楽なんですよ。はい。つまりメロディー同じなんですけど、風さんも同じように歌うんですけど、バックの楽器のアレンジがねすっかりねラテン風になってんですよ。少しなら大丈夫かな、ちょっと流してみようか。聞こえるかな。あんまり流すとね、あれ引っかかっちゃうからね。あのまあね、びっくりしましたよ。もうすごくノリが良くてね、素晴らしいんですね。でオリジナルバージョンはもう少しね、イントロなどチャンチャーンってね重厚な感じなんですけど、このラテンバージョンはね、イントロからもうコンガとかボンゴとかいったねラテン楽器の音で始まってね、もうすっかりラテンダンス音楽になってるんですね。だから私ラテン音楽大好きで、今若い人なんかねサルサが流行ってますけど、私もラテンダンスいろんなリズムでねいつも踊ってます。だからね、この8個オリジナルでもね、ダンスミュージック風でしたんですけど、さらにね踊れる曲になっててね、すごく嬉しいです。これってあれですかね、10月にあるメキシコ公演と関係あるんでしょうかね。ラテンの国ですからね。真っ白の時のようにね、いろんなアレンジバージョン出るんでしょうかね。楽しみです。そしてね、このラジオ番組で湯川さんはこのプリーマのことをですね、ハチ公なんてもんじゃないって言ってるんですよ。ハチ公がねあれだけインパクトがあってものすごい曲なのにね、それをもうしのぐような曲のオンパレードだって言うんですよ。いきなりパンチ食らいますよ。いきなりノックアウトです。ハチ公は癒しの曲じゃないですか。パンチはパンチですなんて言ってますよ。意味深ですよね。ますますなんか期待で発狂しそうになるんですけどね。それからね、今31日の8ジャムとかね、9月5日のね CD 発売と、あれですよ、M ステのことでね話題沸騰なんですけれども、29日にもね発売のロッキンオンジャパンっていうね雑誌にもね、風さんのねロングインタビューが出るそうです。この雑誌高いからね、ちょっと買うのを迷うんですけれども、超ロングインタビューっていうことでね、ちょっとそそられちゃうんですね。そしてあなたと私と世界が一つになる桁違いのポップアルバムプリーマとはなんていうね見出しなんですよ。これってねあれじゃないですか、あなたと私と世界が一つになるなんていつも風さんとか私も言ってることじゃないですか。これってね読まずにいられませんよね。まあね、そんなこんなでね、もう日本でのねこの藤井風びっくり大作戦といいますかね、それが始まってもう以来ね、もう期待とワクワクで気持ちが落ち着かない方もたくさんいらっしゃるかと思います。まあ私もねそんな中で気もそぞろなのでね、ミュージカルね、ムジカっていうのをいつか買ったはいいけど、アリさんのようなね字に恐れをなしてほったらかしだったインタビュー記事をね改めて丁寧に読んでみたんですよ。はい、もう目が死んでますよ。でもね読んでね大正解でした。プリーマ発売の前にねできたらぜひぜひね読んでいただきたい記事だと思います。それほどね充実して素晴らしい記事です。途中でね風さんの意見なのかインタビューしている方の言葉なのか、両者の気持ちがぴったりとね寄り添って実に味わい深い言葉がいっぱいでした。ここでね全部一部始終をシェアできないのでねかいつまんでしか言えないんですけれども、まあできるだけねお伝えしようと思います。あのねあのこ今回晴れてねプリーマが世に出るわけですけれども、ここへ至るまでには風さんの内面でも外面でもまあいろんな葛藤があったんですね。
そういうことも全て赤裸々にインタビューで話されています。その葛藤というのはね、皆さんご存知かもしれませんけれども、2022年の秋以降に集中してるんですね。まるでね、集中豪雨のように針のような雨がね、風さんの上に降ったわけです。2022年の3月にね、Love All Serve All が出てね、その後4月に風さんは LA でね、初めて AG クックさんとかね、トバイアス・ジェストさんとかと会ってね、コライトセッションしたり、コーチェラに行ってね、いろんなミュージシャンと会ったりしたんですけれども、これもね、ズッズさんの計らいでね、風さんの意思ではなかったんですね。風さんはね、その頃まだ別に海外へ出るとかいう野望なんていうのはなくてですね、ただ機会をいただいたから楽しんでこようみたいなね、気持ちだったそうです。そして2022年の10月にはね、グレイスが出まして、同じ月にね、パナスタライブがありました。風さんとしてはこの時にね、Help Ever Hurt Never からね、Love All Serve All までの結果としてね、もう一段落ついてしまって、言いたいことはね、全て言ってしまったわけですね、言うならば。そしてどこかね、燃え尽き症候群のようになってしまったと、そういう状態のところへですよ、例のね、ツイッター事件とかがあったわけです。ファンがね、風さんが英語でツイートすると、一部のね、心の狭いファンが私たちの風さんがどこかへ行ってしまうと不安になったりね、風さんはもう何もかもね、もう疲れてしまってツイッターをやめてしまいます。その他にもね、 NG ワード歌っちゃったとか、週刊文春に追いかけられたりとか、そういう試練がね、この2022年の秋以降に集中してしまったわけです。その時風さんを救ったのがですよ、いつも私も言ってますけども、未来や過去のことを思い煩うことなく今に集中するっていうことだったんですね。風さんはそれで救われます。具体的に言うとね、それは2022年の秋にワーキンハードの依頼が来るんですね。そしてね、いろいろと苦しい思いをしていた風さんは、ともかく目の前にやってきた仕事をちゃんと仕上げようと、そういう思いでね、一生懸命取り掛かったわけです。ひとまず目の前のことをやろうというマインドが自分を救ったと風さんも言ってます。そしてね、年が明けて2023年の6月に再び LA に行ってね、DJ ダヒさんとね、ワーキングハードを完成させます。この曲ね、私も大好きですがね、ちょっとラテンのテイストが入ったね、 R&B といいますか、低音ズーンと響かせることで、今までのね J-POP とか日本の音楽にはなかったそのビート感をね、伝えたかったと言ってますね。カオスの中でも精一杯頑張ったわけです。そしてなんとですよ、このワーキンハードでね、勢いづいたのかね、同時期にね、風さんがプリーマの収録曲であるね、キャスケットガールとね、あと OK Goodbye、 それから I Need You Back のアイデアとかね、ピアノデモなどがもう作成されていたんですね。ワーキングハードっていうのは風さん自身を鼓舞する曲でもあったんですね。実際ね、キャスケットガールはね、バスケットボーイでもよかったんだ、あれはバスケットボールのことをね、考えながら作ったって言ってます。もうワーキングハードのスピリットね、もう苦悩や弱い自分と向き合って、とりあえず目の前に集中する、これに救われたんですね。そしてね、アジアンツアーが始まりますよね。そこで風さんはね、とてももう貴重な気づきを得るんですね。それはね、自分がね、日本人であると同時にね、アジア人であったとの強い自覚なんですね。そしてアジアの食べ物とかね、ファッションが大好きになるんですね。そしてそれを皮切りに風さんの風向きはね、どんどん良くなるんですね。2023年9月にはね、花のレコーディングで LA に行きます。AG クックさんですね。そして年明けてね、2024年の春にはね、満ちていくのシングルカットですか。そして3月にはもうプリーマ収録の Love Like This と You のピアノでの完成をさせてるんですよ。4月にはね、もう LA でね、英語のリリックス、英語の歌詞のね、セッションがありますね。
英語の歌詞作りの勉強みたいなもんですね。そしてその時にね、プリーマ収録の It Ain't Over のピアノデモが完成してます。まあこの時にはね、まだ風さんね、曲やアルバムへの気負いというかね、英語の詩で作るならこれまで自分が聴いてきたどの曲よりも優れてなければいけないとまでね、自分を追い込んでいた時期ですね。そして8月にはものすごい日産ライブがありました。そして10月からはね、素晴らしかったアジアンツアーがありましたね。そしてね、ここでも風さんは一種のね、覚醒をするんですね。はい。インドネシアに行った時にね、バリ島に行きましたよね。あの時にね、Forever Young のインスピレーションを受けて、これをプリーマの最後の曲にしようと決めて、9曲のセレクトがね、できたそうなんですね。つまりこういうアルバムを出そうという明確なイメージができたそうです。はい。そしてこのアジアツアーの間にね、イロハスの CM となった真っ白もできています。そして2024年の年末からね、今年の1月にかけて風さんにとっても決定的な出会いがあるんですね。それはね、韓国の音楽プロデューサーのこれ250と書いてね、イオゴンさんって読みますが、イオゴンさんとの出会いなんですよ。はい、こちらね、イオゴンさん、この方ね、はい、このハンサムな方ね。そしてその前にかな、 LA で火事がありましたよね。それでね、 LA にいられなくなって日本に戻ったんですけれども、結局プリーマ収録の曲はね、全部このイオゴンさんとの共同で最終的に仕上げたそうです。これって意外じゃないですか。 LA で全てを仕上げるつもりだったのはね、まあ山火事でおじゃんになって、以前から風さんはね、まあ途中までね、あっちのスタッフとやったんですけれども、 LA はね、物価がもう以前から高いしね、まあ LA がこっちへ来いみたいなね心境だったらしいんですけれども、人との出会いやね、そこでの経験はまあ貴重だったと言ってますけどね、その運命の山火事でこの名プロデューサーと出会えたわけです。風さん手放しでね、この方のことを褒めてます。落ち着いていてね、ギラギラしたところがない、心が深い、そしてね、80年代の音楽が好きなのも共通していると。そしてなぜイオゴンさんとね、仕事をする気になったのか。それは風さんは以前から自分は日本人でありアジアの人間であるというね、強い自覚があったからなんですね。アジアの中には素晴らしいミュージシャンがたくさんいるし、日本を含めてアジアのカルチャーをね、世界中にアピールしたいと2023年のアジアツアー以来ずっと思っているそうです。とかくね、日本人の中でも意識がね、英語とかね、欧米といったことばかりにね、目が向いていて、自分がいるね、このアジアというものを軽く見る人が多い傾向はね、否定できないと思うんですよ。欧米かなんていうね、ギャグありましたけどね、私たちアジア人なんですよ。はい。でもね、そういう人もね、一度海外へ出てしまうとね、嫌でも自分がアジア人であるということをね、思い知らされるんですね。それがね、差別的で苦しい思いをした人もいるでしょうけれども、まあ私の場合はむしろ逆でね、羨ましがられることが多かったですね。日本の文化が好きとかね、着物素晴らしいとかね、世界で初めてね、小説を書いた女性は日本の女性ですよ。私のね、カナダ人の友達はね、いつも来るとね、日本のアンティークの布をね、物欲しそうに見るんでね、まあ仕方なくあげるんですけどね。はい。風さんがね、そして風さんがね、英語を話すのは、はい。初めからね、自分がそういう英語圏の曲をね、聴いて育ったからということもあったそうですけれども、今風さんが英語を話すのはね、決して欧米で曲を売りたいからっていうことではないそうです。はい。ここで私はね、一種の今まで誤解をしてたかもしれないというね、この記事を読んで思い至ったわけですよ。風さんはね、あくまでも英語圏の人だけを対象にしているのではなくて、英語というものがね、世界の共通語だからこそ唯一世界中の人とつながれる言葉は英語しかないという、そういう視点で英語で歌詞を書いたり話したりしてるんですね。日本人はね、6年間英語勉強するけどね、文部省がねちょっとあれだから話せる人はねあまりいませんけどね、日本人のせいじゃないんです。教え方が間違ってるのね。
東南アジアのね方は上手な人たくさんいますよ。インドもそうですね。まあそんなわけでね、2022年秋からのね苦悩からの脱却、ワーキンハードの依頼により、とりあえず目の前のことをこなそうと、過去や未来にとらわれず、はい、今ね自分ができることを精一杯やろうという、これもね私に言わせれば禅やインドの教えに他ならない生き方ですよね。そしてね、2度のアジアツアーでのね気づき体験、自分はアジア人であったという強い自覚があったと。この前欧米ツアーがあったしね、プリーマは全部英語の曲だしね、歌詞だしね、風さんこれからずっと欧米で活躍していくからどこか遠くへ行ってしまうなどとねいう心配が一部の人にありましたけれども、そんなのは全く無用だったんですね。はい、そして風さんの英語についてですが、英語の曲にしたのはこの地球上で一番話されている言語だからという理由、それが全ての人に自分のメッセージを伝える唯一の効果的な手段だからなんでしたね。プリーマについて風さんはね、グレイスを経て、前より大きな自信を経てたどり着いたところと言っています。もう一生自分が大切にしているものと一緒に生きていくという覚悟ができたと。はい、長くなりますので今日はこの辺で失礼いたします。まあ秋の風祭りでね、そわそわと落ち着かないご気分が少しでも和めば嬉しいです。このチャンネルでは風さんの曲を通じて毎日が少しでも楽しく面白おかしくなるようなコツをシェアしています。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。それではこれでさようなら。